直接干物を出す。風鳴島の26件の日誌は全て見つかりました。このうち間捜査官は9人です。スマイル研究所が残した記録は17件。研究目標は時空振動機を利用して警戒の地殻運動に影響を与えることである。海に新大陸を作ろうとしています。研究室は西暦2662年に創立されました。リタの発見を起点に、浮上光の出現は個人の言能実験を可能にした。スマイルはリタと一緒に馬を買ってスマール実験室を設立した。風鳴島に簡易建築を建設しました。人間の居住区に寄贈されました。今現れたのはボスのスマールだ。実験室主任ボーボー。ベテラン従業員トゥール。潜在力新人リだ。正義感が爆発したオスー。生成することができた不運な鬼のア。研究室医療者9。神秘的な4文字のメンバーが。全部で8人です。資料の叙述から見れば、研究室全体はこの8人しかいないかもしれません。言能実験は禁止されているからです。それに彼らは地殻運動を起こします。この変動は地震か津波か。大規模な採用は不可能だ。そして風鳴島を見ないでください。場所が大きいです。建設ビルが多い。実際に活動できるエリアは限られています。初めて風鳴島に着いた。ここのモデリングはまずいとツッコミを入れる人もいるかもしれません。フロアは密集しているだけでなく、高さも低いです。部屋の中には光さえ届かない。さらに面白いことに、ここのオフィスチェアの車輪は傾向しています。制作チームがモデルを作った時に刺激を受けたのではないかと疑われます。しかし、これらは意図的なものです。風鳴島のビルがこのように建てられたのは、確かに住んでいないからです。最も早くシンプルな材料で作られています。比較として相田星の他の場所に考古学に行ってみました。沼の廃棄生態研究所でも、まだ赤源島の下の廃ビルです。ビラ第3都市の腐ったビルでもあります。ここの建物とは違います。この3カ所のデザインは居住を目的としていることが明らかになった。配置が合理的であるだけでなく、層が高くて人の活動にも適しています。周りの壁も風が漏れない。しかし風鳴島を見るとここのビルが見えます。ただビルのように見えるために、壁と天井の間にさえ隙間があります。建築材料はもっと安いです。建物の模型だけでチームが心を込めていることがわかります。資料にあった設定紹介。ここは主に偽装に使われているからです。だから夜は明かりもないかもしれない。だからいくつかのフロアに資料があります。一部のフロアに資料がない理由は、あのビルはずっと誰も行かなかったからだ。椅子が蛍光なのも闇の中で仕事ができるように。このように見るとますます黒工房のようになっているのではないでしょうか。なぜここのビルはドアもないのか理解していますよね。これを明らかにしてください。この26件のログを正しい記載順に解読してみましょう。まず監捜査官の日誌です。西暦2667年10月20日。捜査官17日に初めてここを発見しました。これは京都公文書室記録の時間と一致しています。第2都市が発見された時間です。風ちゃんの前の日海トンネルの推測を覚えていますか？境界トンネルは海洋諸国が力を入れて建設したものではない。地下の暗河を改造したのです。大災害後は人口と資源の圧力に迫られる。鏡は大量の探査車を派遣しています。終末後の世界で足場を探す。その中で迷宮沼の下方で地下暗河の存在が発見されました。地下の倉川に沿って岬の海に出た。これも最初にここに来た探査員です。5日後間捜査官18日に支援に来ました。多くの変則的な装置が発見されました。風鳴島の変わったことに気づき始めました。12月になると、探査のピークに来ました。もっと捜査官から連絡があった。しかしこれには時間差があります。10月25日から12月2日まで。1ヶ月以上の間に何がありましたか？これも多くの人の推測を引き起こしました。先に着いた監捜査官がここの研究資料を盗んだと思います。ハイガルドに渡しました。研究の成果を自分のものにする。これで水を隔てた力場ができた。しかしこの推論は成り立たない。ここを発見したのは監捜査官17番です。彼が資料を提出したとしましょう。今では彼は素晴らしい科学研究者です。少なくとも遮水力上の研究開発を支援する必要がある。しかし後続のログでは、彼が残した日誌を発見しました。12月8日に再び風鳴島に現れました。ここでは普通の放射能ではないことに気づきました。だから彼が資料を盗んだわけではない。それは18日かもしれませんか？ 17 日は18日より5日間早くここに来ます。もし18日に資料を発見できれば、17日は無理だ気がつかない。ここで2つ目の推測があります。10月の探査は大まかな探索です。総会をするように、不審なところに印を残す。後続の探索を待つ。探査班が全部探査し終わったら、不審なエリアを重点的に探査します。17日と18日の到来は初めての探索に過ぎない。風鳴島の不審な発見後、マークをつけて出ていった。12月の探査を待ってもっと全面的な捜査です。11日の記録から見ると、ほとんどの資料が欠落していますが、しかし一部は残っています。彼の叙述から見れば、今では重力場を隔てて研究されています。しかしエネルギー消費は巨大です。17号が風鳴島を発見してから遮水場まで使用。この時間は短すぎます。これも核水力場がハイターダーが開発した理由だと推測しています。そういえば偶然だ。スマイヤー研究所の最も重要な成果は、水を仕切るわけではありません。重力場を長く維持することができます。現在の研究課題はエネルギーです。得られた資料はエネルギー問題を解決しました。これはインナスの設立を可能にしました。参考までに、アーカイブの記録は2668年に開始されました。インナスの建設、水を隔てた力場が問題を解決する時間とちょうど一致しています。残りのログはほとんど正常に記録されています。興味のある仲間はしばらくチェックすることができます。これからご紹介するのがこの物語の目玉です。スマイヤー研究所のクレイジーな実験は、見ないでください。
ここの資料は17部しかありません。しかし2つの結末があります。一つは救世主主任号が海を救うことです。もう一つはボススマイヤーの自己救済です。今回の資料は大部分が文字化けですが、しかし時間の桁数と実験進捗は逆転しません。そこで風はこの17件のログを時間順に一通り並べ直した。次にログ記録を見てみましょう。風なる島で何があったの？事件の発端はリタがこの海域を発見したことだ。元エネルギー鉱石不凍が発見されました。右下の時間を見てください。2662年。これは時間の一番早い日誌です。月と日は乱雑になったけど。しかし桁数から推測すると月は10月以降である。次の日誌はボススマールから。彼は偉大な夢を持っている。それは島から大陸が生まれることです。右下の時間を見てください。リタの日付桁とも同じです。そしてボスからの絵文字です。スマイルは多くの人を集めて実験研究を始めた。次はアン主任の何かの出現です。オスロは人脈用不渡航を通じて、ゼロを集めて一緒に研究に参加した。なぜデルジが現れたのですか？彼のログには一つの特徴があります。オスロを離れないで。二人とも男だと思わなければ。二人はカップルだと思います。その後はベテラン従業員トゥールの加入です。彼はここの仕事が好きなように見える。右下の時間を見てください。日付の月が単数になった。これは西暦2663年に来たということです。どうして西暦2662年ではないのですか？これはログの番号と関係があります。興味のある仲間は後ろに下がってリタログの番号を見ることができます。次の日誌はトゥールが残したものだ。スマイルの悲惨並みの上話を紹介した。両親が砂嵐で死んだのも彼が砂漠で暮らすのに抵抗しているのも無理はない。ログにも彼らの実験内容が出てきました。時空振動機を使ってプレートが激しく動きます。新しい大陸が現れました。ここに質問があります。時空振動機はスマール実験室が自分で作ったものです。それとも直接買いましたか？これは重力場が誰が開発したのかを決定します。時空振動機があれば水を遮る能力があることを発見するのは難しくありません。個人的にはこの機械はハイガルドが開発したものです。スマールはルートで1台手に入れただけだ。原因としては以下の点がある。一つ目は海洋取得が強いからです。ハイガルドは科学研究の先端者を集めています。人類のトップレベルの科学研究組織です。時空の研究も止まっていません。再起動エネルギーも含めて時空の特性を研究するためです。二つ目の理由はスマール研究室が弱いからです。風なる島の実験を見ないでください。牛のようです。しかし実際にはお金も誰もいません。居住区は簡易な材料で作られています。人員もわずか数人である。ログの記述から見ると、こちらの研究者は一定の科学研究能力を持っていますが、でも先を見たわけではありません。未知の発見への編集のようなものです。創造された奇跡。彼らは自分自身に依存しているというより、むしろ希望を不渡航省に押し当てた。三つ目の理由は実験の内容です。ノアは生成の仕事をしていた。彼らは不渡航の原エネルギーを利用しているだけです。時空振動子を起動する。プレートの動きを起こそうとします。実験結果から見ると、大量の放射線汚染を引き起こした以外は、プレートが連動して動きません。今回の実験の失敗は決まっている。しかし意外にも少ない減能を利用して遮水力場を維持できることに気づきました。これが実験の最大の収穫だ。次の日誌はトゥールとリタの争いです。ここの実験者が思っていたほど強くないこともわかります。次は傍子からの阻止です。でもスマイヤーに断られた。オスロは検挙実験に行くことにしました。風なる島はこの世から隔離されている。東南の角だけ通信設備があります。長い間ここを探しました。しかし設備は見つかりませんでした。また今回の検挙に失敗しました。それだけではない。自分のオスを検挙することを発見しました。スマイルを怒らせた。次はオスロの末路になる。この日誌はここにあるべきではないと思います。しかし右下の時間はまだ単月です。その後のことは10月以降です。オールは主任の霊にあった後、最初の時間は検挙されませんでした。リタに手伝ってもらうことにしたんです。ここの時間ははっきりします。西暦2663年11月以降、ゼレジの告白も引き出しました。彼は時空発信機が完全に嘘であることを発見しました。でももう手が離せない。言能実験禁止法案が出てきた。彼らが成果がなければ制裁されるのを待つしかない。この日誌の順番はリタが霊を探しに来た後、ここでは初めて旧連邦の名前が出てきました。残念ながらもうとんでも数日もかからない。幻の塔の建設が終わったら、数年間ハイガルドを除いて言能を必死に研究していました。民間にもより多くの組織や個人が様々な言能研究を展開している。これは時空旅人シリーズで紹介されています。興味のある仲間は行ってみてください。変異はもう制御できない。だから実験禁止法案ができたんです。残念ながらまだ遅いです。ボウジは深い自責に陥った。夜も眠れずオスロを心配していました。ボウは彼がオスロを殺したと思っていた。その罪悪感が彼に全てをやめさせた。恐ろしいことが起こった。長期操作で原エネルギー抽出装置が、ノアの体に言能の副作用が現れた。ここの情報はすごいです。インナスの海底の不渡航を覚えていますか？最初はこの鉱石がやっと白くなると思っていました。しかしスマールの研究結果を見ると、浮遊棒は依然として言能の副作用を持っている。同じように変異を引き起こす。この過程を見るだけでマーラ彗星の接触時間よりずっと長いです。これは幻冬の準備次第です。リラは最初の CEO の技術改良を経て、人体の言能に対する抵抗力を強めた。だから不渡航は変異するのでしょうか。今は未知数になっている。次の日誌に謎の4文字が登場しました。彼も研究室の一員だと見えます。そして性格が盛り上がっています。
オズールとは関係が深い。彼はスマールの計画を止めたが時空振動子の暴走を止めることはできなかった。時空振動機を起動した時に重要な成果を発見しました。長い間重力場を作動させることができます。このログには食い違いがあります。これは一体レイジが残っているのか、それともスマイヤーなのか。ここでの違いは2つの結末を生み出しています。主任レイはリタにもオスールにも深い罪悪感を含んでいます。スマイルも救いようのない人ではありません。悲惨な身の上話に彼は少し必要になった。でも彼はまだ夢を抱いている。どんな代価を払っても新大陸が生まれたら価値がある。しかし全てが壊れて水の泡になった時、スマールもまた戻ってくるのでしょうか。次の西はまだ食い違いを持っている。ゼロでもスマイヤーでも問題ありません。でもこれはスマイルのような気がする。オズールはレイを憎んでいますか？ゼロはオスルの謙虚に関与していないだけです。通信機器の場所を教えました。もし本当に恨んでいたら、それはボーが言ったニュースが偽物だということだ。だからオズールは捕まった。だから通信の設備が見つからないんです。ゼロはオスルを裏切った。だから憎んだんです。スマイルなら合理的だ。スマイルがオスルを変異した怪物に変えたからだ。生成装置を操作したノアが倒れた。新しい生成人が必要です。検挙しようとしたオスは最高の代替品になりました。彼も変異した。このログの時間に注意してください。月は単数である。西暦2664年1月に来ました。大災害まであと10日ほどです。ログの人は時空振動子を閉じました。次の日誌はまだ分かれています。しかしスマイルに偏っています。夢の家はスマイルの追求物だからです。このような実験をした彼は許されない。それに比べてベレジはスマールの部下だ。またどのくらいの罪があるのか。地獄に落ちることはないだろう。やっと終わりに来た。大災害が起こる。すべてがチリと化した。風鳴る島の秘密は隠されている。後世の発見を待っている。しかしここの最後に残っているのは、謎の4文字の人員です。他の人はもう生かしている。最後まで残ったのは4文字だけだった。大災害の発生を目の当たりにした。しかし彼の結末も決まっていた。時空振動機が暴走し、防護服が破損した。彼が生きていける確率はわずかだ。これが大災害以前のスマイル研究室からの全ての話です。この話が素晴らしいと感じませんか？片言を交えて封印された秘密をかき集める。根底女児の魂の所在です。でも情報が少なすぎるとわけがわからないだけかもしれませんね。今期はこれで終わりです。ご風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。